この映画の味はガソリンだ。はじめまして、皆さん、このチャンネルの案内役、レイムだよ。そして、解説役のマリサだぜ。このチャンネル、ハルゼロレビューでは、ウプシュのハルゼロが愛してやまない、映画、アニメ、そしてゲームの魅力を、私たちの掛け合いで、熱く、深く、時には偏屈に語っていく場所だよ。単なる感想じゃない。なぜ面白いのか、どこに魂が震えたのか、その構造を徹底的に解剖していくぜ。魂が震えた。魂で味わうってことよね。ねえマリサ。映画に味があるって言ったら、信じる？面白い質問だな、レイム。今回のテーマはまさにそれだ。口に入れるんじゃない、魂で味わう映画。記念すべき初回のテーマは、これだ。マッドマックス2を解説するぜ。魂で味わう？一体どんな味なの？決まってるだろ。こいつの味は、ガソリン、だ。ガソリン？映画なのに。なんだかヤバそうな匂いがプンプンするわね。その通りだぜ。今回は、なぜこの映画がガソリンの味がするのか、その理由を徹底的に語っていくぜ。じゃあマリサ、まずは簡単に、この映画がどんな物語なのか教えてくれる？ああ、任せろ。舞台は、二大国間の戦争で文明が崩壊し、石油が貴重な資源となった近未来のオーストラリアだ。元警官のマックスは、家族を失い、愛車のインターセプターと共に、ガソリンを求めて荒野をさまよう孤独な男になっている。そんなある日、彼は石油精製所を守る集落の人々と出会うんだ。その集落は、鉄仮面をかぶったボス、ヒューマンガス率いる、凶悪な暴走族に襲撃され、貴重なガソリンを狙われていた。マックスは最初は取引のために彼らと関わるんだが、やがて集落の人々のために、命がけの脱出作戦に加わることになる。クライマックスは、この石油を積んだトレーラーをめぐる、凄まじいカーチェイスだぜ。実はこのトレーラー、おとりだったんだが、それはまた後で話すぜ。あのシーンのヤバさを語る前に、まずこの映画が作られた時代背景から解説するぜ。時代背景？マッドマックス2が公開されたのは1981年。まだ CG なんてものがほとんどない時代だ。前作、マッドマックスが低予算ながら世界的に大ヒットした結果、本作にはなんと、前作の10倍以上となる400万ドルの予算が投じられたんだ。そして、その予算のほとんどが、お前が言うように車やマシーンの改造と破壊につぎ込まれたんだぜ。そうなの？じゃあ、あのド迫力のカーチェイスは？ああ、全部本物だ。CG じゃない、作り手の狂気、と言ってもいい。狂気？撮影現場はマジで戦場だったらしいぜ。スタントマンが股関節を骨折したり、石油精製所に車が突っ込むシーンではスタント監督が重傷を負って、プロデューサーが代わりに担当するなんて非常事態も起きてる。さらに、迫力ある映像を撮るために、カメラマンをトレーラーの前面に、縛り付けて猛スピードで走ったなんて逸話もあるくらいだ。ひえー。命がいくつあっても足りないわ。当時の宣伝チラシでは、スタントマンが2人死亡、なんて大げさに書かれていたが、実際には死者は出てないぜ。それほど命がけの撮影だったってことだな。そういう話を聞くと、また違った見方ができるわね。だからこそ、あのラストの特攻シーンには、計算された CG にはない魂が宿る。あれは予測不能な鉄と火薬の塊であり、作り手たちの命がけの記録なんだ。だから40年経っても色褪せないんだぜ。さて、次は主人公のマックスについて語るぜ。ちなみに、あいつの本名はマックス・ロカタンスキーって言うんだ。そうなの？知らなかったわ。なんだか変な名前ね。だろ？だが、この映画で重要なのは名前じゃない。ハルゼロが言うには、あいつは背中で語る男、なんだ。背中で語る？確かにほとんど喋らないもんね。一体、あの背中は何を語っているの？根底にあるのは、前作で妻子を失い、全てを失った男の怒り、と絶望、だ。あいつは心を閉ざした荒野をさまよう亡霊、と化している。だが、それだけじゃないんだぜ。そうなの？ああ。彼は寡黙で利己的な性格だが、それでもまだ、他人への優しさを完全には失っていないんだ。その証拠に、この映画でマックスのセリフは、劇中を通してたったの17回しかない。17回？少なすぎでしょ。そうだ。言葉はいらない。行動と、そして背中で見せるんだ。最初は自分のためだけにガソリンを奪って生き延びていた男が、集落の人々と出会い、助けられたことで人のために命を使う、ことに目覚めていく。その変化こそが、マックスという男の魅力の核心なんだぜ。無口だけど、本当は優しいんだね。そして、その心が完全に戻ったことを示す、たった一度だけのシーンがある。ラストで、タンクの中身がガソリンじゃなく砂だったと知って、ジャイロ、キャプテンと笑い合うシーンだ。
あれが、マックスが笑顔を見せる唯一の瞬間であり、人間の心が戻った、ことを示す印象的な場面なんだぜ。感動的。他にも、この映画のうんちくはたくさんあるぜ。例えばマックスの相棒の犬っているだろ？あれ、実は動物収容所で翌日安楽死させられる予定だった犬なんだぜ。映画に出演したおかげで命が救われたってわけだ。すごい奇跡。それから、赤いモヒカンの悪役ウェズの衣装、尻が丸見えだったろ？あれ、撮影が真冬の砂漠で行われてて、すごく寒かったらしいんだ。お尻が温度計。面白すぎるわ。あまりの寒さに、ウェズ役のバーノン・ウェルズの尻が紫色になったら撮影中止になってたそうで、スタッフからはバロメーター、バンズって呼ばれてたらしいぜ。そして、生成所の人々が目指す太陽の楽園という場所。日本語訳だと幻想的な名前になってるが、実はオーストラリアに実在する有名な観光地、サンシャインコーストのことなんだぜ。そんな裏設定まであるんだ。じゃあマリサ、最後にまとめると、マッドマックス2が、ただのアクション映画じゃない理由って、何なの？ああ。それは、この映画が単なる続編ではなく、アクション映画の歴史を変えた金字塔、だからだ。歴史を変えた。すごい言い方だね。そうだぜ。この映画が特別なのは、CG じゃなくリアルな熱、つまり作り手の魂で勝負しているからなんだ。魂？そうだ。ジョージ・ミラー監督は、本作を作るにあたって、流れ物のガンマンが街を救う西部劇、シェーン、や、浪人が二つの勢力を利用して、街を浄化していく時代劇、黒澤明監督の用心棒を参考にしているんだ。命がけのスタントで撮られた、本物の熱量だぜ。その魂は海を越え、漫画、北斗の拳にまで、多大な影響を与えたんだ。革ジャンをまとった主人公のマックス、鉄仮面のボスキャラ、ヒューマンガス、赤いモヒカンの悪役、ウェズ、喋れない野生児の少年、フェラル、キッド、など、俺たちが知ってる世紀末のイメージは、この映画が作ったと言っても過言じゃないんだぜ。なるほど。だから、見る、んじゃなくて、食らう、映画なのね。その通りだぜ。週末の熱と疾走が、君の五感に焼き付くはずだ。それじゃあ今回はここまで。ちなみに、皆さんの、好きなマッドマックスシリーズはどれですか？ぜひ、コメントで教えてほしいぜ。次回も、ゆっくりしていってね。余談なんだけど、物語の語り手である老人のモノローグが序盤と終盤にあるが、あれは実は成長したフェラル・キッドが語っているんだぜ。あのブーメラン少年が。それは驚きだわ。